どうも皆さん、はじめまして。グエタンと申します。この動画では VRC プレジャーが一体どういったギミックなのか、またどのように使うのか、この動画で皆さんにお知らせできればいいなと思っております。まず VRC プレジャーはパソコンやスマートフォンで接続することのできる、いわゆる大人のおもちゃを VR チャットから操作することができるギミックとなっています。対応デバイスに関しては商品ページの方をご確認してください。この動画ではアバターギミックに関して説明を行いますので、ソフトウェアの使い方であったり、アバターギミックの導入方法に関しては別動画やドキュメントの方をご参照してください。それでは始めていきましょう。VRC プレジャーのアバターギミックをアバターに導入しますと、エクスプレッションメニューに VRC プレジャーのサブメニューが追加されます。この中には最大9つのメニューがございますが、導入の際には使うもののみに絞って導入していただけるとスムーズにご使用いただけるかと思います。まずはソフトウェアコントロールから見ていきましょう。この中にはデバイスの基本的な操作をするためのギミックが入っています。お持ちのデバイスの数によってセットアップする数を操作してください。最大8つまでのデバイスの操作に対応しております。この中には制御停止であったり、各プリセット動作を切り替えるためのもの、またはマニュアル動作であったりパターン動作という項目がございます。パターン動作は VR チャット内の自分や他のプレイヤーの動きに応じてデバイスを自由自在に動かすことができるギミックです。詳しくは後ほどご説明させていただきます。マニュアル操作内には、このようにスライダーで動作強度を切り替えることができるほか、なんと VR チャット内のギミックからも操作することが可能です。こちらのスライダー表示をオンにしていただくと、このようにアバターの正面にスライダーが出現します。このスライダーを握って左右に動かしていただくことによって、デバイスの動作強度を切り替えることができるようなギミックです。なんとこのスライダーは他の人からも動かすことができるほか、このキューブを持って移動していただくと好きな場所に固定してお使いいただくことができます。またこのスライダーはこちらの自分でも見るをオフにしていただくと、自分からは見えませんが他の人からはさっきと同じように見えている状態になりますので、自分ではどのように動かされているかわからないドキドキハラハラ感というものも感じていただけることができるかなと思います。それでは次はパターン動作を一つずつ見ていきましょう。パターン動作は VR チャット内のアバターの動きによってデバイスを自由自在に動かすことができるギミックになっており、ソフトウェア内でその動かし方は調節することができます。サンプルとして3種類のギミックを設定した Unity パッケージを配布させていただいております。この3種類のギミックをどのデバイスに使うかというのもソフトウェア内で設定することができます。順番に見ていく前に、パターン動作を行うときにそのパラメータを VR チャットの中で確認しやすいようなタブレットのギミックをご用意しております。こちらのパラメータビューワーのタブレットオンオフといったところを選択していただけると、このように左手の方にタブレットが出現します。こちらを確認していただくと数値を確認していただきやすいのかなと思います。なのにこちらはワールド固定ができますので、この辺りに固定しておきましょう。ではまず1種類目であります簡単なコンタクトの動作についてです。VRC プレジャーのメニューのコンタクトオンオフというものをオンにしていただくと、初期設定では頭に手で反応するコンタクトが設定されています。こちらの距離によってデバイスを操作するようなギミックです。どこに手をかざせばいいのか分かりやすいように白い円のようなものを描画しております。
それでは次の項目に移りまして、次は胸 PB と書かれた項目ギミックについてです。こちらのフィズボーンオンオフを押していただくと、胸に設定したフィズボーンが有効化されまして、その変形量をもとにデバイスを操作することができるものとなっております。このように胸を触ると、タブレット内の数値が変化しているのが確認できると思います。フィズボーンがどこに設定されているのかわからないよという方向けに、このように自分で見る、他人から見えるといったような形で可視化するギミックも用意させていただいておりますので、どこに判定があるのか分かりやすくなると思います。それでは次はピストン機能というギミックについて説明をします。このギミックは後述します SPS ギミックのように他のユーザーと使う場合に相手のアバターにそのギミックが導入されていることを必要としないようなギミックとなっており、コンタクトセンダーとペアレントコンストレントを使用して相手のアバターに SPS 等のギミックが入っていなくともそれに似た操作感でデバイスを操作することができるギミックです。こちらのピストン機能の中のコンタクトオンオフをオンにしていただくと、アバターの正面にこのように円が出てきます。この中央を掴んでいただいて、上下左右前後に動かしていただくと、このようにピストンのタブレット上で値が動いていると思います。なお、このギミックも自分でも見るをオフにすると、自分では見えなくなりますが、他の人からはさっきと同じように動かすことができるので、ドキドキハラハラ感というものをより感じていただけるのではないかと思っています。それでは次は SPS での動作についてです。まず SPS とはプラグとソケットが互いに接続し合うような動作を表現するのに広く使われているものとなりまして、具体的には棒が穴に吸い付くような動作をするものです。なお、似たシステムとして TPS であったり DPS というものがございますが、VRC プレジャーでは動作を保証しておりません。それでは説明していきましょう。まず SPS プラグ内のモデル表示をオンにしますと SPS が設定された棒が右手に出現します。なお、こちらはアバターギミックとして導入する際に別のモデルに置き換えたり別の場所に固定したりしてください。それでは次に SPS プラグの VRC プレジャーの機能をオンにしていただいて、同様に SPS ソケットの方もオンにしてみましょう。そして最後に SPS ソケットを今回は左手に設定します。こうすると棒がですね、このように左手に吸い付いているような挙動をするのが確認できると思います。と同時にですね、このようにパラメータが更新されているのが確認できます。これはプラグがソケットに吸い付いている、もしくは吸い付かれている割合、深さ情報をですね、パラメータとして取得することができますので、これを使って各デバイスを動かしていくような仕組みです。これはソケット単体、プラグ単体、もしくは他ユーザーからのプラグの情報といったものも同様のことができますので、お好きな方、もしくは両方をセットアップしていただければいいかなと思っています。それでは最後のギミックとなりまして、次は一時停止機能です。こちらはどんなデバイスの制御であれ、その制御を一時停止するためのギミックとなっています。同様にこちらも他の人からの操作をすることが可能です。この一時停止機能のメニュー内にコンタクトオンオフというものがございます。こちらをオンにしていただくとアバターの正面に白い円が出現します。こちらをタッチすると一時停止が切り替わるのがトグル機能、もしくはタッチするとタッチしている間だけ一時停止をするのがホールド機能となります。またこちらも Q の中央部を持っていただくと
このようにワールドの好きな場所に固定をすることが可能です。また、こちらも自分でも見るをオフにしていただくと自分からは見えなくなります。そのため、時々ハラハラ感を強く感じていただけるようなギミックです。以上でアバター側ギミックの紹介動画を終了したいと思います。アバター側のギミック、特にモデリング等は全くの素人ですので、こうした方がいいよ、またそういったご要望だったりコメント、どんどんお待ちしております。ブースの連絡先であったり、X の DM、または Discord のコミュニティも開設しておりますので、そちらの方でお寄せください。バージョン1をリリースした後も、定期的により良いギミックになるように改良していきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、このギミックは VR チャットの OSC 経由で特定のパラメータの変化というものを取得することさえできれば、アバター側ギミックに全く制約はございません。そのため、ユーザーの皆様が思うようにアバター側ギミックは改造していただけると、このギミックの本領が発揮できるかなと思います。また、その際は、ぜひ私にも共有していただければ、今後の開発の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここまで見ていただきありがとうございました。それでは。